点検用のマンホールを再現しながら、ジオラマ断面からはですね、暗渠の断面も楽しめるように作ったんですよ。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエ森地です。今回はですね、工作の紹介じゃなくてジオラマで再現した暗渠の数々をご紹介してまいります。待ってください、消さないで。もしかしたら皆様もこの動画を見たら、もしかしたらなんですけど暗渠が大好きになるかもしれないんで、最後までお楽しみいただけましたら嬉しいです。川崎区の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。そもそもで暗渠って何ってなると思うんですけど、暗渠って昔は川や水路だった場所が今は道路や街の下に隠れてる場所。隠れ方は様々なんです。それでは様々な暗渠をご紹介してまいります。まずは街で見かけるこの光景。昔水田だった場所が都市化したりすると、こうやって水路に蓋がされて歩道になっていたりします。あと蓋って言えばこんな感じで家屋の敷地と敷地の間に蓋のある空間、これ水路なんですけど、こういうのがあったりします。蓋の種類も画像みたいによく側溝で見られる蓋があったり、これは U 字工に金属の板で塞がれてるんでしょうか。材質も様々、形態も様々なものがありました。さて、そんな蓋をされた水路、ここでは便宜的に蓋暗渠と呼びます。そんな蓋暗渠を模型化しましたので、ここからはジオラマの中の蓋暗渠の世界をご紹介します。まずは歩道で見かける蓋暗渠を再現しました。暗渠の両側にはガードレールを設置して、それらしく演出しています。暗渠の脇のフェンスって有刺鉄線のものもあったんですよ。でしかも雪の重みなんでしょうか、こんな感じにデレッと切れちゃってて、これ見たら模型化するしかないですよね。なんでこの蓋暗渠はフェンスで立ち入り禁止にしつつ、奥には切れた有刺鉄線の柵の雰囲気を演出しました。ここですね、イベントで展示しててもどなたも気づいてくださらないんですよ。こちらの作品では蓋暗渠の両脇が少し微工地になっているんで、コンクリートの泥目がされている姿を再現しています。H 鋼の間にコンクリート板が挟まれているっていう泥目をよく見るんで、それを模型化したんですね。住宅と住宅の間には側溝の蓋のタイプの蓋暗渠をここに再現してて、都市部の水流や暗渠って梁があるものもよく見かけたので、ここジオラマでも再現してみました。水路の暗渠と側溝が一緒になっている場所も多く見受けられまして、このジオラマでは側溝よりも水路幅を少し広げることで暗渠らしさっていうのを演出してみています。この側溝の蓋タイプの暗渠なんですけど、地方の市街化調整区域で撮影したんですね。いろんな場面で模型でも使えそうって思いました。めっちゃ個人的な感想なんですけど、蓋暗渠の次に多く見かけるのが、暗渠の上がコンクリート舗装されているこのタイプの暗渠です。電気的にコンクリート暗渠と呼びます。このコンクリート暗渠なんですけど、道路の交差点などでもよく見かけました。ジオラマではちょうど暗渠と暗渠が地下で合流する場所を再現してまして、この地下で暗渠が合流する場所を川崎区で見ちゃったんですよ。もう見ちゃったら模型化するしかないじゃないですか。でこの作品では大通りの歩道がコンクリート暗渠になっていて、ここには暗渠同士の合流を再現しつつ、交差点の部分のコンクリート暗渠を再現しました。この作品では駅舎の屋根下の部分にコンクリート暗渠を再現していて、コンクリート暗渠には点検用のマンホールを再現しながら、ジオラマ断面からはですね、暗渠の断面も楽しめるように作ったんですよ。またその暗渠の内部もですね、つい最近まで水が流れていたってことが想像できるようにウェットな感じに仕上げてて、別動画でですね、この暗渠にカメラが潜ったりしてるんですよ。こちらの作品では蓋暗渠とコンクリート暗渠のハーモニーが楽しめるように仕上げています。凄腕モデラーの愛樹さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。暗渠部分がカラー包装されているケースも多く見受けられます。僕の見た感じだと青色に舗装されている場合が多いみたいです。場所によっては無色のアスファルト舗装になっている場合もありました。ジオラマでは青色に舗装された暗渠を再現していて、道路との交差部分にはポールを設置しました。そしてですね、ジオラマの断面なんですけど、ご注目いただけますでしょうか。ここに暗渠管を再現していて、しばらく水が流れてない乾いた姿を再現してみたんです。また河川の暗渠だと遊歩道や親水公園になっている場合もよく見られます。この画像は僕の学生時代のレポートで世田谷区の飲み川の暗渠の画像になります。
暗渠の上に親水公園で水流を再現するってちょっと不思議な感じなんですけど、結構見たりしますよね。これも15年以上昔の作品なんですけど、ミニレイアウトに世田谷区の北沢川の緑道を再現してみました。この画像みたいに砂利が敷かれた暗渠もありました。一口に暗渠って言っても分類できたり派生形態があったりと興味がつきません。この作品では住宅の脇に砂利の敷かれた暗渠を再現しています。暗渠じゃないんですけど、水流が隠れているっていうことで水管にも触れておきます。一般的にはこのような水管橋を見かけることが多いと思うんですけど、あと水力発電所でもこうしてですね、斜面に露出した水管を見たことがあるっていう方も多いと思うんです。ちょっと面白いところではですね、上水道の幹線で見つけたんですけど、こうやってですね、勾配を水管でクリアしている場所もあったんです。知っちゃったら水管作りたくなりますよね。なのでこの作品では斜面に水管を再現していて、場所ではその水管が地中に潜っていく模様を模型化しています。そうそう、水管が潜った先のこの空き地、ここなんですけど、画像みたいにですね、一見しただけでは暗渠って分かんないような暗渠もあったんです。この空き地のような暗渠をここに再現してみました。今回はジオラマで再現した暗渠をご紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。少しでも暗渠って楽しいかもって思っていただけたら嬉しいです。次回は阪急電車の新製品レビューでもちょっと触れたんですが、シティスケープスタジオさんのマジェリさんの作品を取材させていただきました。次回その模様をお届けいたします。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。